はい、撮影お疲れ様でした。すごかったね。お疲れさんでした。疲れたね、本当にね。車は無事なの？2台あるのね。本場に使った車で、こっちはね、スペアで、かなり部品を取られて、こちらももちろん走ったんだけど、最終的にプレゼントしないといけないんで、いいとこ取りして、1台、当時と同じ仕様に組み上げて、で、セガさんでパソコンを積んで、プレゼントすると。こう、壊れて、これ2個1っていうか、2台で1台になる感じよね、多分ね。タイヤなんて、これ3つ、これもやもんね。これ1台分しか残ってないもんね。タイヤそんなに走ってない割に。いやいや、これ確か爆裂して中身出てきたもん。コーナーってほとんど走ってないのにね。相当クラッシュ。直線だけで。ものすごいクラッシュあったもんね。隣のコースで撮影した谷口さんが来られた時になんかゴーンってなったのは、あれそうやったんかとか言われたもんね。聞こえたの、向こうにも。あれ、ガードレールにぶち当たったよね。すごい音して、ずっとどっちの車なの？もちろん全部こっち。そうなの。だいたいクラッシュしたのこっちで。いや、爆裂、すごい買ったもんね、クラッシュ。タイヤから、もう中が出てて、インナーが、ボーって膨張してて、うわー終わったと思ったけど、よく変えて、グリップ剤塗ったらタイムでやろうと思って塗ったら、下のオイルとミスマッチで、その時は壁にぶつかったん。リアが滑って。でウォーマーはやりたかったな。ウォーマー作ったからな。スタートして、すぐのところで、一回フルスロットに入れると、タイヤが溶けんのよね。一気にグリップが上がんのよね。だからそのままの勢いで、スピード出していくんやけど、すごいな、この車作った人。これ一般に売ってんやからまたすごいよね。アメリカって。これを直すわけ？これはもうちょっと程度が悪いんで、いわゆるスペアカーの方ね。こちらを修復する。これを実際走行したのと同じ仕様に。どこが壊れた？ダンパーとかね。曲がってるってこと？これね、ここの。だからひっくり返った時ね。大きく壊れたっていうとこないね。でももう最後この車まっすぐ走らんかったよ。もうステアリング全く効かなかったよ。ちょうどストレートしか走らんかったらちょっとよかったんやけどね。切れなくて。ゲーム用パソコンって言ったから、軽くね。俺はこの小さなね、タブレットとか、あんなもんやと思ったから、それをなんか100キロで走らせられるかっていうか、なんか簡単やないって。受けたんが、えらい話が。最後ボックスになっちゃうね。大きかったもんね。結局、この車より重いものを上に積んで走ったことになるよね。そう。この車は、全部 4.5。上やからね。上は6キロぐらいあったからね。重かったもん、あれ、10キロ以上の、あれを。今から考えたらね、俺スタッドラインまで持っていく必要なかったよね。なんで？走らせたらよかったよ。わざわざ持っていかんで別にな。レースのスタートじゃないんやからね。俺ビデオ見てて感じたよ。それ気づかんかった、当日は。向こうまで行かないかんと思ってたから、運動したけどね。こっちの足、こっちの足。結構止まったよね。止まってくれるしね、100メーター全力実走だからね。体力勝負やったね。なんか世界戦並みになんか気合いの入ったイベントやったな。1ヶ月ぐらいこれやってたもんね。いろいろ作ったよね。細かいところもね。レースやったら、負けても残念やったなって人もいるのよね、周りはね。ただ今回の場合は、絶対失敗許されないっていうのはね。負けたら終わりですっていうわけにいかないんでね。すごいプレッシャーやったよね。一応このベースがトラクサスのね、この X1。これが一応160キロ出るという設定なんで、車には問題ないと思ったけど、さてこれに重りを積むのにどうするのか。ダンパーね、重り積めばボトムしてしまうんでね。スプリングここまで積めてもね、これでももう積んだらボトムしてしまうのよね。で、このスプリング探したけどないのよね。ここまで逆に詰めるとアームが下がってしまうんで、ダウンストップがないんで作ったよね。だからテンションかけていってもこれ以上アーム下がらないようにね。グラスパンで。で、こう、後ろにかな、ここネジで。やっとバネを見つけてね。硬いね。硬いやつがあって。これでかろうじて。これでもまだ柔らかいね。中にね、これオーリングでいいじゃん。でこれでバネを補強するっていう。これを、リアにつけて、リアので、一応荷重大きいんで。で、フロントは、これ以上詰められないんよね。これがもうここネジないんで。それで、塩ビ管を切って、プラスして、ギリギリまで詰められるようにして。硬くしたわけね。硬くしたんですね。で、あとはね、ご自慢の。よく吹っ飛んでたやつね。そう、これね。結局ベルトをかけられなかったのは誤算やったね。そう。土台がこれやからね。ギザギザやもんね。で、ここに、こういうふうにここに行って、で、この上に箱を乗せるのね。スチロールなんや。これね、スタイロフォームって言って、発泡スチロールの硬いやつだよね。で、軽くて、結構丈夫なんで、で、今ちょっと補修して、で、これもう一回きれいに色塗り直して、再生しますと。これ以上前行かないように。ずれない防止、ずれ防止。で、これに前に合わせて、
箱を乗せあてー、そこに箱で、マジックで止めると。で、最初ベルトをかけたら、ベルトちぎれてしまったの。下吸って下ね。吸って。で、しゃあないから、もうガムテープでね、うん止めると。ちょうどこんな感じよね。ちょうどこの上の、もうちょっと大きかったかな。で中にパソコンが入ると。あとは、ライトをつけてほしいっていうんで、ああ、ライトね。あれが USB の。それともその USB、これが一番簡単なんでね。で、これを12ボルトから片側から取って、ここへ差し込めば LED が光ると。これ、ギアは一番でかいのでいくの。そう、ギア一番でかい。だからこれって何ピッチなんやろ。これあれかな、08ミリピッチってやつかな。0.8ミリ。アメリカで流行ってるよね。あ、見たことないぐらいでかいね。でかいね、これ。強かったよね、これ。これってフルセットで、パソコンもつけて、ライトもつけて、そう。バッテリーもプロボも受信機も全部つけてプレゼント、全部走らせたい人は走ってもいいと。あーただ、これは保証、誰も保証してくれないんで、壊すのは自由ですから。これ走らせない方がいいよね。で、飾っといてほしいよね。しかもこれ上にパソコン乗ってんでしょ。そう。そんな走らせたら、すぐポロンで壊れるよね。もう、車よりパソコン高いからね。いや、とにかくこの車全開を出すのがめちゃめちゃ怖くて、サーキット120メーター。あそこでもほぼ全開出せなくて、この車に全開出そうと思うと、空港ぐらいの、もうだだっ広いようなところでやりたい感じよね。で、サターンに行ってると、計測ラインまで50メーターぐらいあって、そこから先に50メーターぐらいのコースがあると。そしたらね、こう、見ててもわからんのよね、スピードが。速いのか遅いのか。ただね、音でわかるんで、音を聞いてると、全開に入ってないんだよね。入ってない。怖くてね。ビビってんだよね。ビビそれはもうビビってるこう見ててね、かなりビビってるなと。で、こう何回か失敗して本番になってもあれやし、最後か2番目の時に90キロちょっと出たよね。うん。惜しかったっていう感じでそう、ね。 100は出なかった。もう一回行きましょうっていう感じになった時に、もういいからね、全開で行けと、言いに行こうかと思ったぐらいね。これ行ってもう後のこと考えずに、とりあえず計測さえ通ってしまえば、あとひっくり返っても、もうそれは映らへんやから。そうそうそう。と思って、そしたら、ちょうど最後の時、まずも同じ考えたよね。そう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 。もう、行くしかないよな。全開するしかないよな。あの時もさ、音聞いてて、あ、これはもう確実にいったな。いやね、全開するとね、もう右に飛んでっか左に飛んでっか全くわからんぐらい暴れるのよね。だから怖くて。インコンの音聞いてても、一気にわーっていかないよね。いかないわーわーわーって言ってて、そうそうもうちょっといけっていう感じで、あった時に最後は悲しみが出たよね。出てた出てた。もう計測ラインのところしか全開出さへんかったけど、うんあの時もうちょっと手前から計測ラインのところで転んでもいいかなと思って全開にしたら100キロ出たのね。うん、100キロ出ましたって言うんで、ああ、やったなと思って、で100キロぴったりやったよね。そう、あれは不思議やったあれはちょっとね。できてたよね。でもね、やっぱり全開で行って、超えた後にフルブレーキかけたんやけど、もうステアリングが全く効かなくて、一番アウトの方を通ったと思うんだけど、最終的に一番イン側のガードレールにぶつかったね。あそうで、止まった。大きいクラッシュしてから、ガードレールにぶつかってから調子悪いの、車が。なんかやっぱり狂ったよね。なんか狂ったと思うよ。うん。いいね、これもったいないね、これ。僕も欲しいわ。セガさんにすごいプレゼントやんな。1台はね、これもメモリアルカードしてるけど、もう1台、本当にこれは多分セガさんに保存されるんだと思う。プレゼント用が1台と、もう1台同じ状態になるのができるから、セガさんに置いといてもらうってことになるね。そういうことでね。まあまだね、これ、運よく当たった人で、車に関する質問があれば、私の方へ行っていただければ、アドバイスぐらいはできると思います。もうなんかものすごい数万人っていう応募があるよね、今。だから車だけじゃないのよね。パソコンと、それからセガのゲームが23種類セットで全部もらえるから、パソコンは使えるのもね。パソコン世界に1台だけども、超レアものの超スペシャルなんで。考えてみたら面白いよ。家にね、車の上にパソコン乗ったパソコンを使って飾っておいて、それを使ってゲームをするっていうのね。もういつでも走れるやん。走りながらゲームしてほしいよな面。白いね。でも普通のほら、置物としても面白い。これかっこいい車やからね。めちゃめちゃ目立つって。じゃあもう一仕事。はい、じゃあもうちょっと。完成したらもう一回撮りましょう。